釈放の日、坂本は刑務所の門をくぐった。風の匂いが、記憶とは少しだけ違った。2026年5月、日本のある静かな地方裁判所で、信じられない光景が広がっていた。法廷の中に、おえつが響いた。傍聴席に座っていた女性が、口を手で覆い、肩を震わせた。被告席にいた老いた男は、その瞬間、何が起きたのかすぐには理解できなかったようだった。裁判長の声が、静まり返った室内にゆっくりと落ちてきた。主文、被告人は、無罪。男は、動かなかった。数秒の沈黙の後、ようやくその言葉の意味が体に届いたのか、両手で顔を覆い、声を押し殺して泣き崩れた。駆け寄った弁護士が、その肩をそっと抱いた。傍聴席では、拍手を起こす者も、立ち上がる者もいた。誰も止めなかった。誰も、止める気になれなかった。この男性が最初に手錠をかけられたのは、1996年のことだった。当時、彼はまだ30代だった。一つの殺人事件の容疑者として逮捕され、裁判の末に有罪判決を受け、18年という長い歳月を刑務所の中で過ごした。出所してもなお、前科という烙印は消えず、社会に戻った彼の人生は、静かに壊れ続けていた。そして、今日この法廷で無罪を宣言した裁判長こそ、30年前に彼に有罪を言い渡した、あの判事本人だった。同じ人間が、同じ事件で、同じ被告人に対して、今度は無罪を告げた。日本の司法の歴史の中でも、極めて異例とされるこの出来事、それは、偶然ではなく、一人の裁判官が30年かけてたどり着いた、ある決断の果てにあった。なぜ彼は、自らが下した判決を疑い始めたのか、何が、この再審を動かしたのか、そして、あの1996年の法廷で、本当は何が起きていたのか、すべては、ごく普通の一日から始まっていた。1973年、春、神奈川県横浜市の郊外に、一人の男が生まれた。名前は、田中誠一。ごく平凡な、どこにでもいる少年だった。父は市役所に勤める地方公務員。母は近所の小学校で給食の仕事をしていた。裕福でもなく、貧しくもない。静かで、穏やかな家庭だった。誠一少年が法律に興味を持ったのは、中学2年生の時だった。きっかけは、一冊の本だった。図書室の片隅で見つけた。古びた法学入門書。そこに書かれていた一文が、彼の心を強く捉えた。法とは、弱い者を守るための盾である。その言葉が、少年の胸に深く刻まれた。高校でも成績は優秀だった。しかし、彼が目指したのは医師でも技術者でもなかった。ただ一つ、裁判官になること。それだけだった。大学は東京の法学部へと進んだ。司法試験の勉強は厳しかった。何度も挫折しそうになった。それでも、あの一文が、いつも彼を引き戻した。弱い者を守るための盾。司法試験に合格したのは、26歳の秋だった。司法修習を経て、田中は地方の裁判所に配属された。初めて法廷に立った時、緊張で手が震えたと、後に語っている。しかしそれ以上に、強い使命感があった。ここで、自分は正しい判断をしなければならない。誰かの人生が、自分の言葉一つで変わる。その重みを、彼は誰よりも深く感じていた。プライベートでも、田中は充実した日々を送っていた。妻の浩二とは、司法修習時代に出会った。穏やかで、芯の強い女性だった。二人は1999年に結婚し、翌年には長女が生まれた。週末には家族で近所の公園を散歩し、夜は娘に絵本を読み聞かせた。法廷の外では、ごく普通の父親だった。同僚からの評判も良かった。誠実で、丁寧で、感情に流されない、そういう裁判官だと、周囲は見ていた。しかし、誰もが信じていたその誠実さが、やがて一人の男の運命を大きく狂わせることになる。1996年の夏、田中がまだ若手裁判官として働いていたその年に、ある事件の公判が始まった。1996年の夏、その事件は、静かな地方都市で突然起きた。被害者の名前は、中村良子。享年34歳、地元のスーパーに勤める、ごく普通の女性だった。
7月のある夜、彼女は帰宅途中に行方不明となった。翌朝、近くの河川敷で遺体が発見された。死因は虐殺。首には、はっきりとした痕跡が残っていた。IMG。夜の河川敷。黄色い規制テープ。薄明かりの中に立つ警察官たち。地域全体が震えた。犯人はまだ、どこかにいる。そういう空気が、街を覆った。捜査を担当したのは、地元の警察署だった。捜査員たちは周辺の聞き込みを繰り返した。そして数日後、一人の男に目が向けられた。男の名前は、佐々木誠。当時27歳。事件当日、被害者と同じ時間帯にその場所を歩いていたことが、近隣住民の証言で浮かび上がった。佐々木は、特別怪しい人物ではなかった。工場で働く、真面目な青年だった。家族もいた。地域の行事にも顔を出す。目立たない存在だった。しかし、状況は彼に不利だった。事件当夜のアリバイが曖昧だった。一人で家にいた。という主張を証明できる者が誰もいなかった。さらに、被害者と面識があったことも判明した。同じ町内で顔を合わせたことがあるという程度の関係だったが、それが捜査の焦点となった。警察は佐々木を任意で呼び出した。取り調べは長時間に及んだ。連日、同じ質問が繰り返された。そして12日目の夜、佐々木は自白した。私がやりました。その一言が、全てを変えた。後に彼は語っている。疲れ果てていた。眠れなかった。早く終わらせたかっただけだった。と。しかし法廷では、その自白が決定的な証拠として扱われた。物的証拠は乏しかった。現場に残された痕跡からは、佐々木を直接結びつけるものが見つからなかった。それでも検察は起訴に踏み切った。IMG。古びた裁判所の廊下。重い木製の扉。差し込む午後の光。公判は数ヶ月にわたって続いた。弁護側は自白の信憑性を争った。自白は強要によるものだ。と主張した。しかし、その訴えは採用されなかった。やがて判決の日が来た。法廷に、若き裁判官、田中が座っていた。1997年、秋、佐々木誠は、殺人の容疑者として警察に連行された。取り調べ室は、薄暗かった。窓はなかった。時計もなかった。どれだけの時間が経ったのか、わからなくなっていった。刑事たちは交代で部屋に入ってきた。同じ質問を、何度も繰り返した。やったんだろう。お前しかいない。認めれば楽になる。佐々木は否定し続けた。しかし、身体は限界に近づいていた。睡眠はほとんど取れなかった。食事も満足に与えられなかった。精神的な圧力は、日を追うごとに増していった。取り調べが始まってから18日目の夜、佐々木はついに、自白書に署名した。疲れ果てていた。と、後に彼は語っている。もう、何も考えられなかった。自白の内容は、刑事が誘導したものだった。細部の多くが、現場の状況と一致していなかった。にもかかわらず、その文書は証拠として採用された。物的証拠は、ほとんどなかった。現場に残された痕跡から、佐々木を直接結びつけるものは見つからなかった。指紋も、血痕も、彼のものではなかった。それでも検察は起訴に踏み切った。公判は数ヶ月にわたって続いた。弁護側は自白の信憑性を徹底的に争った。自白は強要によるものだ。と主張し続けた。しかし、その訴えは裁判所に採用されなかった。検察は言った。自白は任意のものだ。被告は自らの意思で認めた。傍聴席では、被害者の遺族が静かに座っていた。その目には、深い悲しみがあった。真実を求める気持ちは、誰よりも強かった。やがて、判決の日が来た。法廷の空気は、張り詰めていた。若き裁判官、田中がその席に座っていた。30代の半ば、まだ経験の浅い判事だった。彼の目の前に、証拠書類が積み上げられていた。田中は、書類を読んだ。自白書を読んだ。証人の証言を読んだ。迷いがなかったわけではない。しかし、当時の司法の流れの中で、自白はあまりにも重く扱われていた。主文、被告人を、懲役18年に処する。佐々木は、目を閉じた。言葉が出なかった。足元から、力が抜けていくような感覚だったという。
その瞬間、田中は知らなかった。この判決が30年後に自分自身を縛ることになるとは。佐々木の長い、孤独な日々が始まろうとしていた。佐々木の服役が始まった。2008年、秋、重い鉄皮が閉まった瞬間、外の世界は遠くなった。最初の夜、佐々木は眠れなかった。天井を見つめたまま、何時間も動けなかった。頭の中で、あの法廷の光景が繰り返された。判事の声。主文、18年。信じられなかった。自分がやっていないことは、自分だけが知っていた。しかし、誰も信じてくれなかった。IMG。薄暗い独房。天井を見上げる男の後ろ姿。最初の数ヶ月は、怒りだった。毎日、理不尽さに体が震えた。弁護士に手紙を書いた。訴えた。叫んだ。しかし、壁は動かなかった。やがて、怒りは消えた。消えた後に残ったのは、深い虚無だった。食事をした。眠った。起きた。また食事をした。それだけの日々が続いた。1年が過ぎた。2年が過ぎた。IMG。カレンダーのページがめくれる映像。刑務所の窓から差し込む光。3年目の冬、佐々木は初めて諦めようとした。もう戦うことをやめようと思った。残りの年数を、ただ黙って過ごせばいい。そう自分に言い聞かせた。しかし、できなかった。理由は一つだった。母親の顔だった。面会のたびに、母は小さくなっていった。しかし、目だけは諦めていなかった。あなたは必ず出てくる。と、毎回同じ言葉を繰り返した。その言葉だけが、佐々木をつなぎ止めた。IMG。面会室のガラス越しに向き合う母と息子のシルエット。5年が過ぎた頃、佐々木は図書館に通い始めた。法律の本を読んだ。過去の最新事例を調べた。自分と似た状況の人間がいないか。何時間も資料を探した。それは逃避ではなかった。かすかな希望を。自分の手で探す行為だった。無実を訴え続けた男たちが、何十年も後に無罪を勝ち取った事例があった。その記録を読むたびに、佐々木の胸に小さな火が灯った。10年が過ぎた。母の髪は白くなった。佐々木の顔にも、深いシワが刻まれた。しかし、彼はまだ、諦めていなかった。IMG。古びた法律書を読む男の手元、差し込む窓の光。18年という時間は、人を変える。しかし、佐々木を完全に壊すことはできなかった。彼が生き延びられたのは、怒りでも意地でもなかった。ただ一つ、自分は正しい。という確信だった。その確信だけが、長い暗闇の中で灯り続けた。そして、外の世界では、佐々木を諦めなかった人間たちが、静かに動き始めていた。外の世界では、佐々木を信じる人間たちが動いていた。最初に声を上げたのは、母の浩二だった。息子が収監されてから、彼女は何百通もの手紙を書き続けた。弁護士事務所へ、新聞社へ、人権団体へ、返事のない手紙が何年も積み重なった。それでも、彼女は書くことをやめなかった。私の息子は、人を殺していません。その一文だけを、繰り返し、書き続けた。浩二の訴えが、ある弁護士の目に留まったのは、2008年のことだった。再審支援を専門とする弁護士、田中誠一郎。彼は当時、別の冤罪事件を手掛けていた。多忙な日々の中、浩二の手紙を読んだ彼は、何かが引っかかったと後に語っている。証拠の薄さが、気になった。なぜ、これで有罪になったのか。田中は、独自に事件を調べ始めた。当時の裁判記録を読み込み、証人の証言に矛盾を見つけた。現場の状況と、証言の内容が、微妙にずれていた。小さなずれだった。しかし、積み重なると、無視できないものになっていた。同じ頃、市民団体、真実の扉もこの事件に注目し始めていた。設立されたばかりの小さな団体だった。資金も人手も足りなかった。それでも、メンバーたちは週末を使って、当時の目撃者を一人ずつ訪ね歩いた。ある目撃者は、こう打ち明けた。あの時、本当のことを言えなかった。警察に、こう言えと言われた気がした。その証言は、録音された。慎重に、丁寧に、記録された。弁護士の田中と、市民団体のメンバーたちは、
やがて一つのチームとなった。彼らは法廷の外で、長い時間をかけて、真実の断片を集め続けた。誰に頼まれたわけでもなかった。報酬があるわけでもなかった。ただ、間違いを正さなければならない。という思いだけが、彼らを動かしていた。そして2026年、ついに、一つの新たな証拠が浮かび上がった。それは、事件当時には存在しなかった技術によって明らかになったものだった。2026年、春の終わりに差し掛かった、ある静かな午後のことだった。田中たちのチームに、一本の連絡が入った。送り主は、現役の法医学研究者だった。彼女の名前は、これまで表舞台に出たことがなかった。しかし彼女は、長年にわたり、この事件のことを頭の片隅に置き続けていたのだという、あの当時の証拠品が倉庫に残っていました。再鑑定をしてみてください。その一文だけがメールに記されていた。田中は息を飲んだ。事件から30年以上が経過していた。証拠品がまだ存在しているとは思っていなかった。しかし確認すると、それは本当に残っていた。当時の捜査で採取された血液の痕跡が、古い保管袋の中に静かに眠っていた。 DNA 鑑定が始まった。現代の技術は30年前とはまるで異なる。わずかな細胞の断片からでも精度の高い分析が可能になっていた。結果が出るまでの間、田中たちは誰も口を開かなかった。誰もが祈るように待っていた。そして報告書が届いた日、部屋の空気が変わった。鑑定結果は明確だった。現場に残されていた血液の DNA 型は松本が持つものと一致しなかった。それだけではなかった。別の人物のプロファイルがそこに浮かび上がっていた。事件とは無関係とされていたある人物の名前が。同じ頃、もう一つの証言が届いた。事件当時、現場近くに住んでいた老婦人がいた。彼女は30年間ずっと口を閉ざしていた。当時の捜査員から余計なことを言うなと脅されていたのだという。しかし彼女はもう80歳を超えていた。残された時間の中で真実を話すことを選んだ。あの夜、私は別の男を見ました。松本さんではありません。確かに違う人でした。彼女の声は震えていた。しかし揺るぎなかった。 DNA、 証言、内部告発、3つの証拠が1つの方向を指していた。松本はやはり無実だった。そして誰かがその真実を30年間隠し続けていた。田中は報告書を手にしたまま長い間動けなかった。怒りなのか悲しみなのか自分でもわからなかった。ただ一つだけ確かなことがあった。この証拠を法廷に持ち込まなければならない。再審請求の準備が本格的に動き出した。再審請求書が裁判所に提出された。田中が証拠を握りしめ、松本の弁護団と共に準備した書類は厚さ10センチを超えていた。30年という時間が紙の束になって積み重なっていた。しかし、道は平坦ではなかった。検察側は即座に反論した。DNA 鑑定の精度を疑問視し、新たな証人の信頼性を攻撃した。内部告発者の証言についても、記憶の歪みとして退けようとした。法廷は再び戦場になった。傍聴席には松本の家族が座っていた。白髪になった妻、すでに40代になった息子。彼らは一言も発せず、ただ正面を見つめていた。その目にはもう涙すらなかった。泣き続けた30年が感情を枯らしていた。そして法廷に一つの名前が浮かび上がった。村川という男だった。事件当時、現場付近に住んでいた人物だった。当初の捜査では一度だけ参考人として話を聞かれ、すぐに除外されていた。しかし再審の過程である事実が明らかになった。村川は事件の翌月、別の件で傷害事件を起こしていた。その手口が酷似していた。弁護団が村川の足取りを追った。彼はすでに60代後半になっていた。しかし、過去は消えていなかった。村川の自宅から押収された古い日記に、事件当夜の記述があった。場所、時刻、そして自分だけが知り得る細部。検察は沈黙した。田中は砲弾の上からその沈黙を見下ろしていた。30年前、
自分がここで松本に有罪を言い渡した日のことを思った。あの日、自分は何を見ていたのか、何を信じていたのか。村川の日記が証拠として正式に採用された。法廷の空気が変わった。検察側の弁護士が書類を伏せた。それだけで全てが分かった。30年間積み上げられてきた有罪という構造が一冊の古いノートによって静かに崩れていった。田中は判決文を書き始めた。一文字一文字に30年分の重さがあった。書きながら手が震えた。それでも止めなかった。この判決を自分の手で書かなければならなかった。次回、無罪宣告の瞬間とその後に待ち受けるものを語る。無罪。その一言が法廷に静かに落ちた。傍聴席にいた坂本の妻が声を殺して泣いた。隣に座った娘が母の手をぎゅっと握った。坂本本人はしばらく動けなかった。立ち上がることも泣くこともできなかった。30年という時間は人から何かを奪う。それだけではない。奪ったことにさえ気づかせないまま静かに過ぎていく。釈放の日、坂本は刑務所の門をくぐった。空がやけに広かった。風の匂いが記憶とは少しだけ違った。当たり前だった。あの頃の風はもうどこにもない。保証金の手続きが始まった。国からの支払いが決定された。しかしそれは失われた時間に値段をつけるという奇妙な行為だった。金額を聞いた坂本は何も言わなかった。ただ書類にサインをした。娘は父の顔をまともに見られなかったと後に語っている。お父さんがどんな顔をして生きてきたか私にはわからない。でも一緒に食事ができるようになった。それだけで今は十分だと思っている。坂本はしばらく外出が困難だった。人混みに入ると足がすくんだ。視線が気になった。かつての報道が記憶の中で繰り返された。無罪になったとしても世間の記憶は書き換わらない。それが現実だった。一方、田中は定年退職を迎えた。退職式には同僚が数十人集まった。しかし田中の表情はどこか遠くを見ていた。祝いの言葉を受け取りながら頭の中には別の風景があった。30年前の法廷、有罪を告げた自分の声、坂本の顔。退職後、田中はある団体を立ち上げた。再審請求を専門に支援する民間の組織だった。弁護士や元裁判官、ジャーナリストが集まった。活動は静かに、しかし着実に続いた。田中は公園で講話した。正しい判決を下したと信じていた。だからこそ、気づくまでに時間がかかった。裁判官は間違えない。という思い込みが最も危険だった。足したものは何か、取り戻せたものは何か。坂本にはまだ答えが出ていない。毎朝、目を覚ますたびに、あの独房の天井を思い出す。それは今も続いている。変わったものがある。変わらないものもある。そして次回、この物語の最後に、二人が初めて同じ場所に立つ瞬間を語る。正義とは何だろうか。坂本は今もその問いを抱えたまま生きている。無罪判決を下した日からすでに1年以上が経った。しかし彼の中で何かが終わった感覚はない。むしろ何かが始まったような感覚だけが静かに積み重なっている。退職後、彼は再審支援の専門団体を立ち上げた。全国に眠る未解決の冤罪事件を掘り起こすために、自らの過去と向き合うために、そしてもう二度と同じ過ちを繰り返さないために。団体には若い弁護士たちが集まった。元検察官も来た。被害者遺族の支援者も来た。それぞれがそれぞれの痛みを持って同じ場所に立っていた。坂本はよく言う。裁判官は間違えないという思い込みが最も危険だった。その言葉は今、団体の活動指針の一番最初に書かれている。一方、山下は静かな場所に暮らしている。人混みを避け、言葉を選び、ゆっくりと日々を取り戻している。失った18年は戻らない。しかし彼は言った。怒りよりも先に空が青いことに気づいた。と、その言葉が坂本には刺さった。怒られることを覚悟していた。憎まれることを想定していた。しかし山下が最初に語ったのは
空の青さだった。2026年の春、日本各地で、まだ声を上げられずにいる人たちがいる。証拠は眠り、記録は色あせ、時間だけが過ぎていく。あなたに問いたい。もし自分が間違えたとしたら、気づけるだろうか。気づいたとして、動けるだろうか。そして動いたとして、それは本当に遅すぎるのだろうか。坂本の答えは、まだ出ていない。山下の答えも、きっとそうだ。この物語は、終わらない。